皆さんこんにちは。写真家の井上弘樹です。今回の写真表現ゼミのテーマは飛行機を撮るです。狐の写真家や自然写真家として認知されていると思われる井上ですが、すでに何度かこのゼミでもお話ししてきたように、井上は飛行機やその運航に携わる方々を被写体とした撮影もしています。今回は井上が日頃撮影をしている北海道の翼エアドゥさんにも納品済みの写真の使用許諾をいただきながら、飛行機の撮影を通じて飛行機をより素敵に写す勘どころや普段の撮影の練習にもなるポイントをご紹介していきたいと思います。皆様が北海道へ撮影旅行へおいでの際は、乗った時から北海道を感じるエアドゥでご自身が飛ばれることを今回の動画を見ながら想像いただけると嬉しいです。今回は飛行機を被写体とする写真を躍動する飛行機、飛行機切り取り、風景と飛行機、素敵な光と飛行機、飛行機と人という5つに分類して見ていきたいと思います。さあ、様々な飛行機のカットを見ていきましょう。躍動する飛行機のカット。大雪山十勝岳連峰の中でも特徴的な形のオプタテシケ岳を背に力強く離陸するボーイング767、ジェットエンジンの排気も見えています。背景にオプタテシケ岳がしっかり見えている時と何もない青空だけの時とでは迫力が全然違います。このように特定の背景と飛行機の離陸を合わせるのは、必ず3度のパスでアプローチをしてくる着陸時に合わせて撮るのとでは難易度が全然違います。飛行機の離陸は機体重量、気温、風の強さや向き、そして使用するフラップの角度などによって滑走距離に大きな差が出るからです。お客様の人数や風を無線でそっと聞いておいて、あとは経験と勘を信じて自身の立ち位置を決めて撮影に臨むことになります。いきなり難易度の高いこと言ってるかな。さあ、こちらは雪の中の逆噴射を捉えたカットです。ここはめったに大雪が降らない函館空港。朝一便として羽田空港から到着するボーイング767の到着を待っていると、着陸が困難と思われるくらいの降雪が始まってしまいました。津軽海峡上空で除雪が終わるまでホールディングするのかなと思ったら、さーっと朝日が雲間から差し始めたんですね。そしてその感激を狙って除雪を待たずに着陸してきました。たっぷりと積雪していた滑走路上の雪を盛大に巻き上げる逆噴射の雪煙はこの通り見事なものでした。さあ、ここからは飛行機切り取りのカットとして大好きな飛行機の一部を素敵に切り取るカットの類型をご紹介しましょう。エアドゥの初号機である JA98AD が引退する直前、その規則に近づく機会に井上は恵まれました。この飛行機が飛び始めた1998年の98を取り入れた機体の番号 JA98AD を主役にして尾翼のロゴも見えるように構造を作って撮影をしています。こちらはさらに大胆な切り取りです。日本の空を飛んでいたボーイング747-400型や今でも現役で飛んでいるボーイング767に装着されている GE 製ジェネラルエレクトロニック製のエンジン CF680C、 このファンブレードを切り取ってるんですね。このエンジンは始動する時の音がとてもかっこよくて、風向きや気温などの条件が整うと井上の自宅の仕事部屋からも旭川空港で始動する時の音がかすかに聞こえてきて嬉しくなっちゃいます。そう、この音どうですか？聞いてみましょう。かっこいいでしょ。話を飛行機切り取りのカットの話に戻すと、こういった大好きな特定部分の大胆な切り抜きというのもいいのかなと思うんですね。ここで井上の飛行機撮影における基本の設定のお話をしておきましょう。シャッター速度は動きの速い被写体である飛行機を捉えるために800分の1秒よりも速いシャッター速度をお勧めします。特に長い望遠レンズを使う場合は1250分の1秒あたりも、戦闘機などは2000分の1秒よりも速いシャッター速度が理想と言えるでしょう。絞りの設定は F8 を目安にして、ピントは操縦席の窓に合わせるのが良いと思います。ISO 感度はノイズとのバランスを考えて ISO1600 から3200が高いいいところでしょうか。
これらの設定を基本として状況や被写体に応じて大胆に設定の調整をしていくのが井上の飛行機の撮影スタイルです。飛行機の撮影はシャッター速度を絞り、感度の3つの組み合わせを使うという意味で、風景や動物の撮影の応用、あるいは風景や動物の撮影の技術向上にもなるというふうに井上は思っています。さあ、ここからは風景と飛行機のカットについて見ていきましょう。ひまわりと青空と飛行機。8月女満別空港の滑走路脇はひまわりでいっぱいになります。黄色いひまわり、雲が浮かぶ青空。エアドゥの機体の色とバッチリ同じ組み合わせです。これさ、北海道の夏の風景という感じでしょうかね。手前のひまわりにもある程度ピントが合うように、つまり社会深度が深くなる、ピントが合う奥行きが広くなるように F18 まで絞って撮影をしています。それでもね、実はちょっとね、手前のひまわりのピントは甘めでぼやっとねしています。また、ひまわりの黄色がカメラのオートホワイトバランス機能を狂わせてしまうこともあり得るので、JPEG だけで撮影するのであれば、色温度を固定して撮影をするか、ロー現像ができる方はロールで撮影をしておいて、後にロー現像でひまわり、緑、空、飛行機の白にかぶっている色をね、個別に調整することをお勧めします。こちらは旭川空港へアプローチするボーイング767。背景で噴煙を上げているのは十勝岳です。日本の空港とは思えないくらいのスケール感でバリエーション豊かに風景とともに撮影することができるのがこの旭川空港です。夏場は陽炎でブヨブヨになりがちですが、晩秋から厳冬期には空気が締まってバッチリと映ります。問題なのは旭川空港に降りてくる飛行機の便数の少なさ。練習なんて基本的にできません。また冬の間にこれだけ山が見えるのは月に数回程度、北風の日が多いといってもなかなかうまく条件が合わないもので、こうやってうまく条件が整って、そしてうまく撮れると嬉しくなるものです。背景の十勝岳にもピントが合うように、この時は F11 まで絞って被写界深度ピントが合う範囲を深くして撮影をしています。さあ、こちらは初夏の帯広空港での1枚。手前の佐藤大根や春巻き小麦の畑、奥の白樺防風林、そして夏の青空。十勝平野ならではの風景の中、羽田空港から昼便のボーイング737がアプローチしてきました。それぞれの空港の周辺にあるその地域ならではの風景とともに飛行機を撮るという類型の典型例という一枚かもしれません。ちなみにこの写真のピント位置についてですが、今流行りの認識 AF を使って飛行機を追従させるのがまさにね、今日の撮り方なのかもしれません。そのような高性能オートフォーカスがなくても、この場所の場合だと270メートルほど離れた向こうに見える白樺防風林にピントを合わせることで撮ることもできます。この時焦点距離が 70mm で F11 ですから、手前15メートルあたりから奥はずっと先まで被写界深度ピントが合う範囲に入ります。そのため動く飛行機にピントを合わせようとしなくてもピントが合うということになるんですね。風景と飛行機のカットの多くは最新の高性能なカメラや特段の技術がなくても撮影することができる、そう難しくない撮影ということができるでしょう。こちらは桜が満開になった函館の五稜郭。羽田空港からの朝一便が函館の市街地上空を経て函館空港へ向けてアプローチしているのが五稜郭タワーの向こうにちらっと見えています。フルサイズセンサー機で焦点距離が 35mm、 そして F8 にしておけば、数メートル先のどこかにピントを合わせておくと、もう手前の石垣や桜、そして飛行機まで被写界深度の中に入ってピントが合います。F8 and be there という言葉があって、とても有名な報道写真家がそんなことを言ってたんですね。F8 にしておいて数メートル先にピントを合わせておけば、その先全部にピントが合うから、とりあえずそれで撮っておけと、あとは自分がそこにいるだけだって話ですよね。そう、まさに迷ったらね、 F8 にして数メートル先にピントを合わせて写真を撮る。これはね、とっさの時にうまくいくコツと言えるでしょう。ピント合わせのことなんてあまり気にしないで、飛行機がこの画角の中のどこにいれば気持ちいい写真になるのかということだけを考えてシャッターを押すと、これでいいのかなと思います。ここからは素敵な光と飛行機のカットを見ていきましょう。こちらは世界三大夕日の街の一つと言われる釧路での一枚です。羽田空港から釧路空港へ飛んできて、わずかなブロックタイムの間に羽を休めるボーイング737が素敵な夕日を浴びていました。
最も夕日を反射していたところを狙ってシャッターを切りました。先ほどお話ししていた飛行機切り取りのカットと合わせ技といったカットとも言えそうです。ちなみに世界三大夕日の街は釧路の他にインドネシアのバリ、そしてフィリピンのマニラと言われているそうです。こちらは帯広空港での1枚。日没後に出発する羽田空港行きの最終便です。北海道内の空港は暗いんです。本当に暗い。伊丹空港や福岡空港のようなキラキラさや機体をぼーっと照らすような霞があんどんのようになっているあの明かりもなくて、本当に闇になります。では夜の飛行機をどうやってかっこよく撮るのか。それは日没直後のまだ青い時間帯に撮ればいいんです。この時も日没後にどんどん暗くなっていく空と出発時刻のせめぎ合いを井上の中でしていました。この一発勝負の感じが地方空港での撮影の緊張感、そして撮れた時の達成感があるというふうに言えるでしょう。ここが醍醐味なんですね。こちらは月を貫いたボーイング767のシルエット。こんな瞬間を撮ることなんてできるのかなと思ってはいつもいるんですよ。でもね、いつか月と一緒に撮ることができればいいなと、飛行機が離陸してもその後の飛行機の動きをよく見ていたのが功を奏しました。ちなみにこれを撮影したのは近所の旭川空港。便数の少ないこの空港ではいつも一発勝負です。本当にこれはね、幸運でしたね。この幸運からの興奮があるから写真っていうのはやめられないんですよね。ここからは飛行機と人のカットを見ていきましょう。短いブロックタイムに機体の点検をしてまた次のフライトへ送り出す2人の整備士さん。エンジンの音が大きくなって大きな機体がゆっくりと動き出すと機体を見送りながら2人は深々とお辞儀をされていました。飛行機は様々な人たちの手によって飛んでるんだなということを感じる瞬間です。こちらは引退期最後の朝。何度となく離着陸をしてきた羽田空港からアンカレッジ経由でロズウェルの砂漠の空港までフェリーフライトをされる日の朝に撮影していた1枚です。この機体は先ほどもご紹介していたエアドゥの初号機 98AD です。フェリーフライトを担当するキャプテンが優しい目で出発機の機外点検をしていました。飛行機それ自体の姿も素敵ですが、運航されている方々の姿と一緒に写す飛行機というのもなかなか素敵なものなのかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回のテーマ、飛行機を撮る。飛行機の撮影を通じて飛行機をより素敵に写す勘どころや普段の撮影の練習にもなるポイントをご紹介してきました。もし空港へ行くことがあったり見上げた先に飛行機を見かけたら皆様のお手元にあるカメラで素敵な一枚を撮ってみてください。そしてもし北海道へ撮影旅行に出かけるときは乗った時から北海道気分になれる北海道の翼エアドゥをぜひお選びください。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。